若者よ、なぜ鯉を食べない。はい、行きます。向かいした向かいした今日初めて食ったんですけど、めっちゃうまいっすね。やっぱなんかコリコリしてて、この鯉の食文化っていうのを広げていって、あ、佐賀って言ったら美味しい鯉料理がありますよねって皆さんにおっしゃっていただけるようになれたら、もうそれ最高ですよね。いらっしゃいませ。鯉シェフこと襟口大と申します。鯉しげの2代目やっております。今日はどうぞよろしくお願いします。もうこれ自体も完全に僕の趣味というか、やりたくなったのでやってるっていうのが正直なところですね。割と40歳になるまで普通に地味なおっちゃんだったんですけど、なんかやりたいなってずっと思ってたこと、まあ紙だけじゃないんですけど、なんで今まで我慢しとったんやろうなっていうところがあったんで、どうせならやりたいことやってから最後を迎えた方がいいよねみたいな。で今こっちはうちが新たに寒ブナ船を今仕入れてるんですよ。この清水のきれいなお水だけでこの生けすに入れてしまったら、業者さんに入れてもらったら、あとはもう一切餌をあげないんですよ。で餌をあげずに約20日間程度、もうこのお水だけで放流しておく。でこれを我々はさらすっていうんですね。鯉をさらすと。でこのさらしをしっかりすることで、まあ、人間のダイエット効果と一緒で餌をあげないんで、身がぐーっと締まっていって、でなおかつ、まあ、鯉にほんのちょっとにもある雑味みたいなものがどんどん抜けていく。人間の断食も一緒ですけど、急に餌ばっ食べるのや止めちゃうとやっぱり危ないんですよね。で徐々に出荷する前から餌止めって言って、少しずつ餌の量を減らしていって、最終的には餌をあげてない状態になって体を慣らしたものを下ろしてきていただいている。お互いの工程っていうのがちゃんと踏んであるから、いいものをちゃんとしている。で痩せすぎて困らないですかって言うんですけど、まあもちろん痩せるっていうか身が締まることはあっても、その痩せすぎてぎゅうぎゅうになっちゃうっていうことはまずないんで、はい。よいしょ。これですね。よいしょ。よいしょ。でこのくらいですね、大体。この見た目の大きさの個体差もありますし、もっと言えば肉質が全然違うんですよ。同じ鯉でも、同じ大牛で育った鯉でも肉質が違うんですね。そのあたりはもうこうその肉質に応じた包丁を入れていくっていうのはすごい大事になるのかなと。いけすでどれくらいしっかりさらして完璧ないい状態でお客様に鯉を提供できるかっていうのが、そこはもう父がものすごくこだわって、こういけすをしっかり分けたり、こう水の配管とかも父がやってるんでですね。でやっぱり生き物、その生きてる状態のままやっぱり放流してるか、ここに置いてるんで、やっぱり水の状況一つで鯉を死なせてしまうこともあるんでですね。やっぱりそこはもう父がこだわり抜いてやってるところかなと思いますね。ちょっと水がちょっと後ろに。今冬場卵とかもこんな風に大きく産卵前なんでですね。
ちはこういう鯉の身を紙に例えて普通の和紙と洋紙とぐらい肉質に違いがあるんですよ。洋紙だとそのまま例えばカッターとかでさっと切れる、スッと切れるじゃないですか。和紙だとぐじ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 ってこううまく切れなかったりとか、とこの身の中にある小骨の量とかも小骨のつき方なんかも鯉によって違うんですね。それを自分たちが目で見て手で触ってこの包丁を入れる角度であったりとかこの身の厚みなんかも実はちょっと変えたりしてるんですよ。でそのあたりうまくやっとかんとやっぱりお客様が口に入れた時に美味しいってやっぱり言ってもらえないところがあってですね。洗う前の身をちょっと触ってみますか。でこの柔らかいやつが洗っていくとどうなるかっていう。地方によってはちょっと軽く湯引きしてその後に氷水でちゃっちゃっと短く洗うっていうところもあるんですよ。でその温度差によって身を弾けさせる。同じ洗いっていうと工程がやっぱり違ったりするんで、はい。こんな感じで身がちょっと弾けた感じにこう硬いエラの部分の骨、この辺りとあとこういったエラ、こういったところは捨てますけども、あとこの後でここにこの硬い骨ですね、はい、この部分とかは捨てますけども、ほとんど捨てるところはない。鱗なんか特にコラーゲンが豊富なんで女性の方には一つはビタミン類が豊富で、それからタウリン、肝臓とか昔から鯉は中国の古来のいろんな書物とかには薬に用いる魚、薬用魚って書かれるぐらいにすごく栄養効果が抜群で、鯉っていうのは実はアスリートの方にもとても適した食べ物とか食材で、その栄養の中でも筋肉とかを作るために必要なビタミン群であったり、あるいはタウリンであったりとか、なおかつローカロリーっていうのがすごくいいと思うんですよね。でアスリートの方にとってはやっぱり脂肪分というのは、かなり少なければ少ないほどいいと。でそういった栄養効果もありつつたくさん食べてもローカロリーで、非常にアスリートの方にとっても適したお魚食材じゃないのかなとは思います。これはですね、氷を乗せる理由っていうのは一つ洗ってることで普通のお魚、海のお魚に比べて要するに油が落ちてるんで乾燥を防ぐっていうのと、夏は清涼感を出すのと、冷たい状態の方がより身が締まって美味しくなりますので、そういったことで我々は上に氷をバーッとかけると。よいしょ。失礼します。はい、お待たせしました。鯉の洗いでございます。向かい下向かい下指名手配中は電話？いやずっしーってもう一回鯉俺今日初めて食ったんですけどめっちゃうまいっすね。やっぱなんかコリコリしてて、自分あんま魚食わないんですよね基本。でも鯉は初めて食ったんですけど、いやこれうまいっすよ。一回鯉とりあえず、絶対そっちがよかっす。ぜ美味しい。脂乗ってて美味しいですね。やっぱなんかちょっと後味も良くてめちゃめちゃ美味しくいただいてます。なんか臭いイメージがあると思うんですけど、全くそんなのなくて、さっぱりして脂乗っててめちゃめちゃ美味しいんで、ぜひ食べに来てください。
な大きかったらね。あ、足りた足りた。聞いてみたい。承知して。武藤さん？武藤さん。さて変えとってください。あ、今変えたね。セットがやっぱ良かったね。おお、来た来た。はいはい、来ましたよ。はいはい、どうぞどうぞ。はい、すいません。はい、どうぞ。いいですか。どうぞ。何の臭みもない。もう酢味噌と柚子胡椒とネギの辛みが甘い甘い甘い。ここでやっぱり開けましたね。ありがとうございます。日本酒で。うまい。毎年この観光祭りの時には毎年来てます。おすすめです。もう必ず2月はここに来て食べないと。もう私たちの年間行事になってます。あ、そこから持ってきてください。あ、そこにあります。結構。はい、取れたと言ってください。はい。桃2って言われたんですけど、はい。砂ずりも2で、はい。桃と砂ずりを分けてください。はい。ゴースト広間のコリコリいきます。あ、ありがとうございます。
鯉刻って多分普通に Google とかで今見ると多分鯉の切り身を味噌で煮込んだ郷土料理みたいな感じで多分出てくると思うんですね。で我々の鯉刻っていうのはもう見ての通りスープが主役で洗いとか刺身に使わなかったアラとか骨とかそういったものをしっかりと煮込んで、その身もついてるけどスープが主役ですよと。そういうちょっと鯉刻一つとっても地方によって変わりがあるんですね。でこれが鯉のアラですね。卵だったり頭だったり骨だったり、ちょっと見た目グロいですけども、これをでここからもう豚骨ラーメンとかと一緒でしっかり煮込んでいくっていう工程が、豚骨ラーメンみたいにあんな長時間煮込まないですけども、鯉刻はよろしくない鯉を食べるとなんか泥臭いような感じがするって言われるんで、そういうのは絶対ないですよと。それはもう騙されたと思って食べてみてください。 SNS とかのおかげで若い方がお見えになって、でどうだろうなと恐る食べてみたら、あ、臭くない、美味しいみたいな感じです。嬉しいですね、やっぱり。そんなつゆがいい。時間とかまた電話されてるでしょ。まだ電話する。これが清水川っていう、要するに清水の滝とか、その上にある山手の方から流れてくるきれいなお水です。全国名水百選にも選ばれている清水の滝のきれいなお水を利用して生けすの方に汲み入れてます。一生3を1回ボスとして1回ちゃんと戻して、それを3回と一生1号で合計一生持ってきてください。そう、これにやっぱり。はい、行きます。ありがとうございます。で主人と私と2人で立ち上げて、あっという間に44年になろうとしてます。息子に、代表を譲ったのはもう2年になりますけども、もう3年目に入りましたよね。あんまりもうすごくがむしゃらに頑張ってますね。自分の体を維持しながら頑張ってほしいと思うんですけども、やっぱりSNS を見て来ましたとか、髪の色を見て来ましたとか、初めて食べるお客様が多くなって、本当に美味しいなって言ってから、お帰りになる時に一言そういうふうに言ってもらうのがとても嬉しいです。玉すだれの滝って言われて、日本でも有名な滝の一つになってるのかなと。はい、やっぱりこの、お水っていうか、それがあるからこその滝、鯉料理の文化が広がっていったんでですね。いや、実は12月に滝行をやって、本当に凍えて死ぬかと思いました。辛かったです。でもやっぱり、母は自分が言うのもなんなんですけど、ものすごく人柄がいいというか、朗らかで明るくて人様に好かれるところがあってですね。でうち本当にこの人手不足な飲食業界の中で、求人出したりタイミーさんとか出してなくても、おかげさまで従業員さんすごく来ていただいてるんですね。でそれっていうのは全ても母がやっぱり人柄で人付き合いの中で来ていただいている従業員さんばかりですので、そういった意味ではもう本当にお店を助けてもらってるなと。何よりも父と母が2人で当初、二人三脚で始めて、やっぱり父の実直な人柄と母のお客様に好かれる人柄のおかげで、少しずつ常連のお客様が増えていって今につながっているっていうのがあるからですね。やっぱりそこはすごくなんか感謝というよりすごいなっていうのはありますね。って言いながら時々よう喧嘩しますけどね親子なんでやっぱりそこはあるんですけども、歴史が浅いお店の中で
父が初めてこの今までの小料理屋さんがやってなかったような努力であったりいろんな、工夫であったりそういったことをやりながらより美味しい鯉よりお客様に喜んでいただけるお料理を提供するっていうような父がすごく情熱を傾けてやってきたところがあるんでこれが間違いじゃなかったよとお父さんあなたがやってることは間違いじゃなかったですよっていうのを証明したいなと鯉の食文化っていうのをもっと裾野を広げていって佐賀って言ったら美味しい鯉料理がありますよねって皆さんにおっしゃっていただけるようになれたらもうそれ最高ですよね。